はい。それでは第2回になりますが、第2回では、コードを弾いてみようというところに差し掛かろうとしています。で、今日扱おうとしているのは、こちらの、いわゆるカノン進行と呼ばれている、こんなやつです。はい。で、この、カノン進行に、使われている C、G、F、a マイナー、e マイナーっていうこのコードをパッドで演奏しましょうっていうのを、まあ、機械的にやれば、まあ、押さえるだけなんで真似してやればできますっていう話なんですが、これだと非常にもったいなくて、せっかく音楽というか、まあ、コードについて学ぶのであれば、そのコードの作りだとか、法則、規則みたいなものに着目していくと、学習コストが非常に少なくて済む。覚えることが少なくて済む。っていうことがあったりだとか、自分自身の考え方が非常に広がっていくきっかけにもなるので、このコードについて、話をしていく前に、音程っていうものを、説明していこうと思います。はい。で、まず音程って一体何だっていう話をすると、音程って音の高さのことでしょっていうのを考えがちなんですけど、音程っていうのは結論から言うと、音と音の、間の距離のことを音程と言っていて、絶対的にこの高さのことを音程みたいな言い方をしなくて、何と何の、間がどうだっていう形で必ず相対的な、どことどこの間がっていうのが、音程。で、英語だとインターバルっていう言われ方をするんですけど、最近出ているこの清水先生のコード理論大全の中でも一番最初に第一章は音程ですと。で、多分これだけじゃなくて、これに限らずどんな本でも一番最初に音楽を語る上では音程っていうものを理解しましょうっていうのが最初になっているので、これはぜひ学んでいきましょう。で、私自身はこのパッドを去年ですかね、1年ぐらい前に買って、初めて触り始めたんですけど、それ以前は、この鍵盤、こっちにピアノあるんですけど、ピアノを独学でやっていて、やっていたんですけど、ピアノ自体は楽譜をもらえれば楽譜を見た通りに、なんとかまあ弾くことはできるっていうところまでは行くんですけど、この音程っていうものの学びをないがしろにしてきたために、なんか非常にもったいなかったなっていうのが今のこの最近の思いですと。この音程っていうものを知っていれば、もう少し音楽に対する理解が深まったのになっていうことが、最近になってようやく分かってきて、非常にこの学びは知らないのはもったいないなと思ったので、ここでちょっとパッドをベースにして、私が最近ようやく理解してきたものっていうものを説明していこうと思います。はい。で、まず、先ほど一番最初のところの、音程っていうのは、音の高さを絶対的に表しているものじゃなくて、相対的に表しているものですという言い方をしました。で、今日覚えておきたい、その相対的な音と音の距離の種類っていうのは、12種類ここにありますと。ここに書いてきました。で、この表っていうのは、パッドをこう模していて、ピンク色の部分はルートの C を表していて、で、そこから見て、矢印で書いてありますけど、そこから見て、どれぐらい距離が離れているんですかっていうのを、12種類で表しているものです。で、一見すると、将棋の、なんていうんですかね、ルール説明みたいな、歩は前にしか進めませんよとか、あるいはこう金は右の後ろがいけなくて、それ以外がいけるよとか、なんかそういうちょっと将棋のルールを説明した表みたいに見えるんですけど、ある意味、それにかなり近いというか、この音程っていうのは、それぞれ音と音の距離によって、人に与える感情、感じ方みたいなものを、の特徴が非常によく現れるので、それを理解するっていうのは、音楽を学ぶ上で非常に有意義であると。で、なんで有意義かっていうと、私は2種類あると思っていて、
一つは単純に音楽っていうものを通じて自分自身が表現したいものを表現するっていう時に道具としてあの響き、あの感じを出したい。まあ単純に言うと明るい感じを出したい。暗い感じを出したい。みたいな時に、じゃあどの音の組み合わせが悲しい、明るいんですか、暗いんですかみたいなところは、この音程が支配しているところが非常に大きいと思っていますと。なので、自分自身が表現したいものを表現するには、これを理解しておくのが重要であるっていうのと、もう一つは、逆に誰かが作ったものを聞くっていう時に、ここ自分すごい好きだなとか、自分はここなんかすごい嫌な感じがするとか、どっちでもいいんですけど、それって一体なんでそう感じるのかっていうところのきっかけっていうのが、分析するために、良い道具になりますと。なので、いずれにしても自分が表現するにしても何かを楽しむ、聞くっていう時にしても、これを理解するっていうのは、非常に、今後音楽を楽しんでいこうっていう上で、重要なものになると思っています。はい。で、若干前置き長くなりましたが、見ていきましょう。一番左下からいきます。はい。まず、これ。で、これ、矢印が自分自身の中にあるんですけど、これとこれの音の距離ってどれぐらいなんですかっていう自分自身のことを言ってます。で、自分自身の距離とかって言われちゃうと、数学とかコンピューターサイエンスに明るい方だと、どうしても距離はゼロだよねと。自分自身だからゼロだよねって言いたくなるんですけど、音楽理論の世界では、これのことを一度というふうに呼んでいます。自分自身のことを一度。そして、この C の音から高い C、次の C までのこの間隔のことを完全8度と呼んでいます。で、こんな感じで、これとこれの距離とか、これとこれの距離、これとこれ、これとこれ、これとこれっていう形で、それぞれの距離によって感じ方いろいろ違うよねっていうところを見ていっていこうと思います。はい。で、じゃあ次に行くと、この C っていうところから1個、右にずれた。これ、単2度。単2度と言いますと。で、この単2度っていうのを聞いたときに、さっき、嬉しい、悲しい、楽しいとか、感じ方は人それぞれっていう話ありましたけど、単2度のこの音を聞いたときに、皆さんはどういう感じがしますか？私なんかは単2度って聞くと、踏切みたいな、こんな。で、この話をすると若干話長くなるかもしれないですけど、こういう踏切だとか危険な場所で鳴らす音として、どんな音がふさわしいんでしょうねっていうのを考えたときに、やっぱり人間にとって気持ち悪かったり嫌だったり、そういったものをあえて選んで鳴らすっていうのは、これはわざとそうしてるんだろうと。ごめんなさい、裏取りはしてないので、本当にそうなのかっていうのはわかりませんが、少なくとも私はそう思っていて、引きはしないんですけど、例えば緊急地震速報だとか、そういったものも、危険を感じさせるとか嫌な感じを想起させるような、音程、音の組み合わせ、ここからここの距離っていうのをあえて選んでそうしているっていうふうに、効果を自分でこう選び取るっていうこともできるようになるので、そういう意味でこういった音程っていうのは重要になってくると思っています。はい。で、これが単2度。そして超2度。で、次にごめんなさい、単3度。超3度。完全4度。増4度、あるいは減5度。完全5度。単6度。超6度。単7度。超7度。で、一気に全部今12種類。完全8度入れると13種類。言ってきましたけど、それぞれ、単2度、単超、そして完全っていう言葉があって、大きく分けると、超音階、単音階、そして完全形で3種類あって、一
般に超音階、超ってつくものは明るい感じがする。そして単ってつくものは暗い感じがする。で、実際に聞いていくと、例えば、超3度。これ超3度の音程。これと単3度を比べてみると、単3度、超3度、単3度。やっぱり超3度と単3度を比べると、単3度の方が悲しい感じしますね。あるいは超6度、単6度、超6度、単6度。単6度の方が悲しい感じがする。で、こういった形で音程が明るさとか暗さとか、そういったものを決める重要な要素になるっていうのがご理解いただけたかと思います。はい。で、冒頭で話をしていたパッドが優れているよねって言っているのは、この今言った例えば単2度、この基準となる音と隣の音っていうのの距離はこの指の形だけで表現できると。何言ってるかというと、この単2度からそのまんまどこに動かしてもすべて単2度ですと。この指の形が音程を表しているので、どれも単2度。当然、超2度。これが超2度なんだったら、どこに持っていっても、これは超2度。同じです。完全余度。完全余度。この上と下の組み合わせで完全余度なんだったら、どれ持ってっても完全余度。で、完全余度なんかは人によっては、なんかジブリっぽいなとか。こんな感じで音程によって、感じさせるものっていうのがいろいろ特徴が出るので、一度自分自身で単2度弾いてみて、なんか踏切っぽいなとか、その単3度を弾いてみて、なんか暗い感じするなとか。で、例えば超7度なんかは、人によってはなんか、ちょっとおしゃれな感じがすると。で、今言われて、全然おしゃれじゃないんですけどとか、全然暗くない、全然明るくないみたいなところが、もしあったら、それはそれで大事にしてもらった方がいいと思いますと。自分自身が今思っているその感情とか感じたものっていうものを大事にして一旦言語化して持ってもらって、このそれぞれの特徴っていうものを自分の中で捉えておくっていうのは重要な作業になるので、一旦まずそれをやってみるというのは重要になると思います。はい。で、一部のものについては、別名というか、英語で呼ぶときに、よく言われる言葉として書いているものがあって、それが、まず、超3度。超3度は、メジャーサードと呼ぶことがありますと。呼ぶことが多いですと。それから、単3度。これはマイナーサード。で、それぞれ、一個ずつ、ファースト、セカンド、サードとか、フォースってあんまり聞いたことないですけど、パーフェクトフォースとか、パーフェクトフィフス、完全4度、完全5度とか、6、そしてセブンスっていうような、言い方はするんですけど、よく出てくるものとして、メジャーサードと、メジャーサード、マイナーサード、それから、メジャーセブンス、そしてマイナーセブンス。で、マイナーセブンスの場合は、あまりマイナーセブンスと言わず、セブンスとだけ言ったりします。で、それはなんでかっていう話は、また別の回でやろうと思うんですけれども、メジャーセブンスとセブンスっていう言い方をするっていうのだけ、一旦覚えておいてもらえればいいと思いますと。で、また登場した時に、また同じ話をするかもしれません。はい。で、ここまで理解できたら、音程、この後、この音程を使って説明することがあるので、たびたび振り返ってこようと思います。はい。じゃあ次に実際に、コードを弾いてみましょう。で、コードを弾く上で、ちょっとあまり説明しないまま一気に来てしまいましたけど、
ドレミファソラシドの、音名っていうのを C, D, E, F, G, A, B C, D, E, F, G, A, B, C で言えるようになりましょうっていうのはもう大前提としてあるので、これはもう覚えていただくしかないですと。で、これを理解していれば、ここで弾こうとしている、カノン進行っていうものは非常に簡単に弾くことができます。で、なぜかというと、このカノン進行で登場する先ほど言っていた指の形っていうのは2種類しかありません。2種類しかありません。で、結論から言うとこの C、この形、C の形と、それから a マイナーのこの形。この形の2種類しかない。で、C からそのまま1個下に下げると G。そしてそれを、親指が F になるように合わせる。そうするとそのまま F になるし、で、a マイナーは親指が A。で、この形。で、そのまま下に下げると E マイナーになると。で、今一気に説明してしまったんですが、基本的にはこの3和音っていうのはルートと3度と5度の音程、ルートから見た時の距離として3度と5度っていうものを付け加えたものが3和音になりますと。で、その3和音を選び方として、例えばまず C からいきましょう。C からいくと、C これですと。C を基準に超3度と完全5度。もう一回いきますよ。振り返っておきますね。超3度ってどんなだったかっていうと、基準をもとに左上。そして完全5度ってどういう音程だったかっていうと、基準をもとに右に2つ行って上に1つ行ったやつ。これが完全5度でした。で、さっき言ったように、どこに行っても完全5度。この関係は完全5度。同じように、これもどこに行っても超3度の関係ですと。じゃあもう一回戻りますね。C。C っていうものを基準に超3度と完全5度。これが C っていう和音ですと。で、これがドミソですとか、なんとかっていうのは別に今は何も考えなくてもいいです。C っていうものを基準に超3度と完全5度。これが C。じゃあ G は次 G です。で、G は今度はルート。基準となる音が G。C, D, E, F, G。G。これを基準に超3度。超3度は左上でしたね。左上、超3度。そして、完全5度は右に2つ行って上に1つ。これ完全5度。これが G。なので、ここでだんだん規則性が分かってくると思うんですが、C とか G とか F っていう形で、なんとかマイナーみたいな、この M がついてないやつで、何もついてないんですが、C メジャーっていう言い方もしたりしますと。C メジャー、G メジャー、F メジャー。この C、G、F っていうのは、ルートと超3度と完全5度を弾くものを、C とか G とかで呼んでるんですねっていうこの規則が分かってきました。で、当然 G がこれなんだったら F。F はどうなるかっていうと C、D、E、F。F を基準に超3度と完全5度。なので F。おさらいすると C、G、F。で、最初に言ったように指の形はそのまんま。このまんまで C、G、F。これでもうすでに3つのコードが弾けるようになりました。
で、じゃあ次に a マイナーっていうものを弾いていきましょう。で、A ですね。C, D, E, F, G, A。A を基準に単3度。それから完全5度。これが a マイナー。で、e マイナーっていうのは E を基準に C, D, E。E を基準に単3度。完全5度。これが e マイナーになると。で、じゃあ、a マイナーと A の違いって何ですかっていうのを、ちょっとここでマイナーっていうものを知ったので、気になってくると思いますと。で、a マイナーをじゃあ A にしたくなったらどうすればいいのかと。で、この左側にちらついているものを眺めてみるとなんとなく見えてくると思うんですが、例えば a マイナー。これが A っていうものにしたかったら、この単3度の音、これを超3度にすればいい。これが A。そして、この超3度の音が単3度になる。これが a マイナー。で、音楽的に言うと、この超3度が単3度とか、半音下がるみたいな言い方を、したりすると思うんですけど、このパッドの中で言うと、この人差し指のものが1個左にずれる。1個左にずれたりすることによって、マイナーなのか、メジャーなのか、何もついてないメジャーなのかっていうのが表現できると。これさえ理解できれば、それぞれのコード C、G、F もそうですし、もっと言うと C、最初に言いましたね。パッドっていうのは、指の形がそのままで、どこに行っても同じ音程が弾けるので、C、C シャープ、D、D シャープ、E、F、F シャープ、G、A、A シャープ、B、C。で、こんな感じで、もうすでに、すべてのコードが、すべてっていうのはちょっと言い過ぎですけど、弾けるようになっている。で、もっと言うと、C が弾けるなら、C の、この超3度の音、人差し指の音を半音下げる。左に1個ずらす。超3度の音を単3度にする。そうすると、C から C マイナーになる。G から G マイナーになる。F から F マイナーになる。で、こんな感じで、C と C マイナー、G と G マイナー、F と F マイナー。で、それから A マイナーから A にしたかったら、このマイナーの単3度を超3度にすればいい。こんな感じで、マイナーとメジャーのコードは自由に自分の中で使い分けることができるようになったと思います。で、最後に、コードですね。コードを実際に弾いてみましょう。いきますね。C、G、A マイナー、E マイナー、F、C、F、G。はい。というわけで、第2回は、このパッドにおける音程っていうものと、カノン進行を、題材としてコードの弾き方について学んできました。で、今回は3和音、メジャーとマイナーでやってきたんですが、この先ですね、セブンスを含めた4和音とか、そういったところもやっていこうと思いますので、気になるという方はチャンネル登録と、していただけると良いかと思います。はい。それでは以上です。ありがとうございました。